開花特武器データベースにリンクしてデータ異常権限を申請しています。ハイガルド兵器システムのデータ異常権限を通過する。現当の擬態人物が多ければ多いほど、あなたも気になりますか？擬態システムとは何でしょうか？友達のチャットであなたと話しているのは一体誰ですか？擬態とオントロジーの間にはどんな関係がありますか？今回は現当の擬態システムについて話しましょう。下にビデオをアップします。あなたと私の技を融合させれば、向かうところを見ることができます。阿弥陀丸、人玉模様。私たちは憑依合体。人玉はだんだん体の中に入ってきて、死ぬ準備はできていますか？このシーンはアニメ通例用です。現当の擬態を理解するには、擬態にはいくつの形態があるかを知る必要がありますか？第一の形態は、憑依形態。小ユーミンの紹介によると、擬態は人物の記憶と戦闘データをモジュールにカプセル化することである。そして実行者は注文してモジュールを取得します。戦闘時に本体の外観やデータをシミュレートすることができます。複雑な戦闘環境に対応する。これも私たちの普段の戦闘状態です。多くの人が主役の実力はどうかと聞かれました。実はこの擬態システムと関係があります。あなたが使っている擬態が強いほど、主役が強いほど、ゲームのプレイヤーの現状に似ているのではないでしょうか。このような問題が生じたのは、現当はゲーム設定でこの仕組みを解明しようとしているからです。だから憑依戦闘が一番通用する設定です。1.0 でも 2.0 の人物でも適用可能です。しかし、それ以外にも擬態には形態があります。独立して存在する実体形態です。しかしゲームが現れていないことを考えると、それを通例用の2形態に比類することができます。一つはおにぎりの形です。この形は小さいです。持ち運びに便利だ。あなたと一緒に行動します。だからあなたはあなたと同じように擬態していると感じます。ココアリトはあなたが怪我をすることを心配します。メリルは実戦で強くなりたい。このような小さな形を除いて、擬態は実体化して行動することもできる。シードはあなたを海に招待します。シュマは海洋食に行って体を検査します。クロディアは一人で任務を遂行することができる。アイカ号は犬の面倒を探しに行く。これは彼らが主人公と一緒に戦うことができるということです。だから擬態とプレイヤーの相互作用を発見しました。一緒に冒険するように。擬態のいくつかの表現形態がはっきりした。擬態の由来についてお話ししましょう。擬態は本体の記憶を実装したものである。人格と戦闘データ。1.0 のストーリーではキャラクターは多かれ少なかれハイガルドと関係があります。フリガでさえハイガルドが送ったスパイが手に入れたデータかもしれない。ウィラに着いたら、幸い公式にも設定を諦めなかった。リンやアリスとアマローは実行者だ。所属は違いますが、しかし第7区と第9区が情報を共有することは不可能ではありません。星は擬態系統に興味を持っている。このシステムを実際に評価したいと思います。明度はまだわかりません。でもフリガから始めましょう。擬態の実装にはデータしか必要ありません。自分でデータを録画する必要はありません。この観点から見ると、データさえあれば、誰でも擬態になるかもしれない。だから後続の擬態由来もあまり驚かなくてもいいです。擬態のデータ由来話が終わる。オントロジーと擬態との関係をもう少しお話ししましょう。オントロジーと擬態は2つの独立した個体である。オントロジーはオントロジーの考え方を持っている。擬態にも擬態の考えがある。彼らの共通点はデータをカプセル化する前の記憶とデータが同じだということです。しかしパッケージ後は共通していません。例えばあなたはリンヤの擬態を使っています。しかしパッケージがした後、リンヤ本体の実力はまた飛躍的だ。この時リンヤ本体がデータを更新しなければ、あなたの擬態も強くなりません。でも同じように、擬態をもっと強く鍛えると、本体も影響を受けずに強くなります。これは思考やアイデアにも現れています。例えばパッケージする前に本体はあなたに好感を持っていました。あなたの擬態もあなたに好感を持ってくれます。しかしその後の発展は全く違うかもしれません。もし本体があなたに好感から嫌悪に変わったら、あなたの擬態はまだ影響を受けません。あなたには相変わらず好感があります。オントロジーと擬態の違いが大きい例。コバルトブルーの本体は全く戦いません。しかし擬態は、4回電話も本体とは違う道を歩きたい。これらは擬態の思想とオントロジーが異なることを示している。サイミルは本体の考えを推測します。シュマは過去のことを思い出したくなる。フリガは主人公が彼女の姿をして本体と戦うことを想像するだろう。擬態の能動は時々手を叩いて絶と呼ばれることがある。しかしこれらの現象は 2.0 以降には少ないことがわかります。あなたと話をしている人はますます本物の人に似ています。あなたを生態研究所に招待します。でも時々話をしてずっと一緒にいる擬態のように。これはどうしたのでしょう。まだアニメの解釈を引用しています。今回登場したのはみんながよく知っている渦巻きナルト。ナルトの有名な妙技は影分身の術だ。チャクラで自分の分身を作る。分身術と違って影分身にも自分の考えがあります。独立した個体のようなものです。現当の擬態はナルトと分身の関係に似ている。ナルトの影分身は初期は基本的に補助や送り人です。ナルトはほかげとして家庭と国の両立ができない。小さな家とみんなの間で取捨選択ができない。だから影分身で自分の責任を果たすことが多い。家族と一緒に仕事をするために。ナルトの影分身にはもう一つの特徴がある。分身が消えた後、分身の経験も記憶も本体に戻る。このように本体も共感します。現当の分身は自然に消えない。しかし 1.0 とは違う。2.0 の擬態とオントロジーは相互に関連している。彼らが望む限り、お互いに交流することもできます。この設定は擬態やオントロジーを曖昧にしてしまいます。あなたと話をした1秒はまだ擬態かもしれません。次の秒で本体になります。唯一確定したのはオントロジーも擬態も独立した存在だということです。本体がずっとあなたと冒険しているわけにはいかないから。そして擬態システムの設定に応じて、パッケージデータであれば、独立した個体が存在します。
メリルのように。あなたと擬態が熱いのに本体はまだ寒いことに気づきました。これは擬態もオントロジーも合流していない可能性があることを示している。公式は 2.0 以降に擬態の自主性を薄れさせ始めた。より多くの対話はオントロジーとのコミュニケーションのようです。メリットはプレイヤーと本体の関係を引き込むことです。デメリットは擬態のあるべき独立性を破壊したことだ。誰もが唯一無二の擬態を持つべきだった。他に擬態もあなたを裏切らない。はっきり言って擬態システムも一種の道具である。固有の記憶や人格を持たせることは付加価値です。多くの人が今まで遊んでもキャラクターのストーリーに関心を持ちません。キャラクターの音声、役の性格、武器が強いかどうかしか気にしない。これは擬態システムに適合しており、ツールの設定である。フリダの本体は我々の敵なのに。しかし擬態は私たちがアイダの子を殺すのを助けなければならなかった。ここからもわかります。プレイヤーは擬態に対して絶対的な支配権を持っている。以上のように、会話がオントロジーなのか擬態なのか気にしなくていい。2.0 後には、公式は概念を曖昧にした。1.0 のように、オントロジーと擬態があまりにも独立している現象が起こる。でも忘れないで。君のチームの擬態仲間は唯一無二だ。彼女はあなたと一緒に冒険して一緒に戦う。一緒に風景を見て一緒にコピーを過ごします。一緒にぼんやりして一緒に写真を撮りましょう。幻の塔の中では一人ではない。今期はこれで終わりです。ご家庭に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。